皆さんこんにちは、まほです。今回はアメリカ東西ディズニーパークとディズニークルーズを回る約2週間の旅行の4日目フロリダ初日、マジックキングダムで最新アトラクションや美女と野獣のレストランに行った時の Vlog です。Hello everyone, it's Maho. This is a vlog of my US Disney Parks and Cruise trip for the summer of 2024. The fourth day of the trip spent at Magic Kingdom, Walt Disney World in Florida.開園から20分で乗り終えるところまで来たので相当順調です。続いてスペースマウンテンに乗りたいと思います。スペースマウンテンはカリフォルニアの方では休止中でしたね。そういえば理由はわからないんですよ。クローズしてる。ただ9時にはリオープンするよっていうことで待ち時間25分ってあったんで、これが一般開園始まると多分一気にぐわっと待ち時間膨らむと思うのでサクッと行きたいと思います。いやーでもやっぱり混んでますね。今日6時までだからそんなに混まないかなって思ったんですけど、混んでますねってまだ分かんないですけどね。一般の人たちがどれぐらい来るか分からないので、アナハイムでライトニングレーンに慣れすぎちゃって買いたい気持ちがあるんですが、ただ1日2パークをホップするので果たしてそれがうまく機能するかどうかっていうのもちょっとわからないのでちょっと迷うところです。今決めてるのは最終日に夜ハリウッドスタジオに行くので、その分のマルチパスだけは買ってます。だけどそれ以外は買ってないです。スペースマウンテンはトゥモローランドの奥だった気が、こっちですね。ちょっと方向間違えてました。こっちがパークエントランスでアストロオービターがあって、奥にスペースマウンテンがあり、さらにその真横にトロンのアトラクションがあると。でもトロンのアトラクションどこが入り口かあんま分かってないんですけど、スペースマウンテンの入り口と近いのかな。今日乗る予定が2回あるんですけどしかも動いてますね。もう乗ってる人がいるのかな。スペースマウンテンにまずチャレンジしたいと思います。ここのスペースマウンテンの特徴は1人1列乗りです。で3人で1台 ×2 で6ですね。1人乗りっていうのが結構珍しいと思います。はい、スペースマウンテン乗ってきました。いやー楽しかったです。見渡す限り除菌ジェル全然ないので、これはそれぞれのカリフォルニア、フロリダっていう州の方針なのかなっていう印象ですね。同じ会社が運営してるから州に求められてるんじゃないかなっていう印象があります。さあ次は何に乗ろうか。いやー暑いですね、フロリダは。ちなみにトロンの入り口はもうスペースマウンテンのすぐ横だから結構な奥地ですね。めっちゃ奥の奥に作りましたね。スモアのコーヒードリンクというかシェイクですね。ジョビーズっていうディズニーのなんかオフィシャル、スタバもね入ってますけど2大スポンサーみたいな感じのところのドリンクです。スティッチがちょうど私が向かう方向に来てる。優しいスティッチ。バズライトイヤーに並ぶってのもありだな。並びながら飲もうかな。とりあえずこちらいただきます。フロリダのバズライトイヤーは的がね全部丸でね、点数が入り方が正直よくわかんないんですよ。なんか一定じゃないっぽいんですけど、でこういう風にハンドルも固定されてるんでちょっとやりづらいから個人的にはリニューアルしてくれると嬉しいなって思ってます。ちなみに今ちょっと止まってます。今バズライトイヤー置いてきたんですけど、次乗るのはカルーセルオブプログレスです。まったり系ライドの最高峰。乗ってる間に寝るかもしれない。これここがねずっと円形に回っていくっていう古くからあるアトラクションです。人類の歴史の進化みたいなものをオーディオアニマトロニクスで見せてくれるアトラクションですね。カルーセル・オブ・プログレスは
一般家庭を舞台に時代ごとの技術の進歩を教えてくれます。全部で4幕。最初の舞台ではお父さんが今は1900年頃だと説明しています。まだ電気は家庭に通っておらず、ガスの利用で快適に暮らしているようです。そして各舞台の冒頭では同じテーマソングを歌っているのも特徴です。We've come a long way, though, since the turn of the century over 20 some odd years ago. Mr. Edison sure added life to our home. Whoa there, you'll blow a fuse. Crap, that's the third one this week. I buy fuses by the case. Just a dream away. I'm involved in something now called commuting. I drive into the city for work all day and then turn right around and drive all the way back. And the highway is crowded with fellow rats doing the same thing. That's what they call progress, dear. Yeah, I guess she's right. There's a great big beautiful tomorrow, just a dream away. Isn't it a pleasant holiday? Oh, turkey's in the oven, it's peaceful and quiet. Yes! 300 points, my best score yet. Well, it was peaceful until Santa brought that new virtual reality space pilot game. Your turn, Grandma. Let's switch the image over to the TV so the resident flying ace can show you how it works. Now, it's a little tricky. Just use your game glove to fly behind 久 the し other ぶりにカルーセル・オブ・プログレスに乗りました。久しぶりすぎて内容ちょっと完璧に覚えてなかったんですけど、なんか一番最後の現代のパートがめちゃくちゃ現代をよく表してて、あれ未来を先取りしてやってたとしたらすごいなって思うんですけど、もしかしたら途中でリニューアルが入ったのかしら。あ、私の好きなモンスターズインクラフフロアやってるのかな。やってますね。始まったっぽいですね。やった。これね、英語がわからないとちょっときついんですけど、お客さんがカメラでこうポーンと当たって、なんかすごい絡まれるんですよ。タートルトークみたいなもんですね。コンセプトとしては、今までは子供たちが怖がるものがエネルギーになってたけれども、今は笑いがエネルギーになるから、みんなのジョークでエネルギーを満たしましょうみたいな、そういうコンセプトのアトラクションです。映画の、後日談的なアトラクションですね。Hello, humans! Oh, very good! Wazowski, you better fill the can this time, or else. Or else what? Or else this. The first monster was a big hairy scarecrow named Sully. Sully! He's hairy. And his best friend, Mike Wazowski. Mike! Howdy, sir. That's Wazowski with the one eye. He's only got one eye. Nice. Star is barred. Well, they both lived in なんかね、キャラクターと喋りたい人は挙手制で当ててくれて、子供が挙手してもお母さんが当たったりとかしてたんですけど、何でも笑いに変えてくれるのが面白いアトラクションです。カントリーベアジャンボリーシアターに行ってみようかなと思います。もうね、めちゃくちゃ暑い。カリフォルニアに慣れてたから、そこに蒸し暑さが加わって、もうサウナ状態ですね。うっすら右側にワイヤーが見えるのは夜の花火で、今はどうかわからないんですけど、あそこからトゥモローランドに向かってティンカーベルが通ってたんですよね。リニューアルしたてということで、新鮮な気持ちで楽しみたいと思います。カントリーベアジャンボリーが始まりました。何年も来ていなかったのですが、最初に聴いた曲は以前から聴いたことがあるような曲調だなという気分で聴いていましたが、2曲目以降が始まってすぐにリニューアルとはディズニーソングのカバーだったのかと気がつきました。どれもヒットソングをカントリーミュージックの曲調にアレンジしたもので、とても聴きやすく楽しくて、あっという間に時間が過ぎていきました。You've got a friend in me.
ズリーベアシアターね、リニューアルしてわかんないかもって思ってたんですけど、全然そんなことはなくて、なんでわかったかっていうと、ディズニーのヒットソングをいっぱいカバーしました。そういうことかっていう感じですね。そして今日乗れるかわからないですけど、ティアーズバイユーアドベンチャー旧スプラッシュマウンテン、これね、アナハイムでも同じような外観だったんで、まあほぼほぼ一緒だなって感じですね。重要なのは中身がねだいぶ変わったっていうことなんで、それを早く見たいですね。いつ乗れるかな、今日なのか明日乗れるのか、はたまた今回の旅では乗れないのか。有料ファストパスがあったらね買いたいな。これね、パークによって場所が全然違うんで珍しいですね。東京とは全然違うし、カリフォルニアとも違うかな。こっちが元スプラッシュのティアナで、こっちにビッグサンダーマウンテンがあります。25分待ちだから今日はそんなに混んでないですね。1回ぐらい乗ろうかなっていう時間ですよね、25分待ちだったら。でも暑いからな、暑いから悩みます。じゃあ1回乗っちゃいましょうか。スタンバイね25分っていうことなんで。頂上で止まりました。何にもアナウンスなしですが、もうね半分ぐらい終わってると思うんですけど、シーンとしてます。こんなことあるんだ。普段乗ってる間はね絶対撮影しないんですけど、眺めがいいです。どうしたんだろう。あ、でも今動いてる。途中止まる謎の、アクシデントっていうより多分車椅子の方とかが乗るときちょっと止まったりするんで、それかなーって思ってるんですけど、ここの下から行けるのかな。ここの下に多分鉄道駅が、レイルロードステーションありました、ありました。ティアナのバイアドベンチャーのすぐ横にレイルロードの乗り場があります。ここでちょっとぐるっとファンタジーランドのところまで行こうかなと思ってるんですけど、今ちょうど電車が来たばっかりだから次ちょっと待たされるかも。まあこれは想像なんですけど、多分スプラッシュマウンテンだった時はシングルライダー対応してたので、ティアナのしばらく運用が落ち着いたらシングルライダー対応になるんじゃないかなって思ってますが、残念ながらちょうど閉まっちゃった。これどこで待つのが正解なんだろうか。ちょうどね、じゃあ行くところをお見送りしようかな。ティアナーズバイユーアドベンチャーかなとビッグサンダーマウンテンに囲まれたすごいいい場所に鉄道駅があり、もう一つは旧トゥーンタウン、そしてエントランスっていうちょうどいいところに3つ駅がある感じです。Safely inside the train, and as always, keep an eye on your little ones. Para su seguridad. Wilder, Big Thunder Mountain is the place. Please put our arms inside the train, please. Thank you. Folks, we're just about out of the woods and into the forest. The enchanted. Now we are all clear. Welcome to Fantasyland, everyone. Watch your step as you disembark. Please make sure you have your belongings with you. はい、というわけで元トゥーンタウンファンタジーランドのサーカスメインの場所ですねに到着しました。このエリアはミニー・デイジー、グーフィー・ドナルドに会えるというところです。過去何度か行ったことがあって、占い師の、デイジーがめっちゃ可愛いです。で今日は暑いから水も気持ちいいと思います。私も浴びたいけど浴びるのは我慢。そしてグーフィーのこのバーンストーマーっていう絶叫系のすぐ真裏がトロンなんですけど、地図上はあっち行けないと思うんで、一旦中心に戻ってからすぐ後ろに見える建物にまっすぐ向かいます。ちょうど今ライトニングレーンの時間が来たので、特徴的なのはこのマジックキングダムだけなんですけど、ダンボが2つあるんですよ。同じ乗り物が左右に2つ、2倍になったみたいな感じですね。ここはお土産屋さんですね。
菓子とか売ってるところ。だからちょっとファンタジーランドって言っても、ここだけサーカスエリアみたいな感じで、もともとのトゥーンタウンをうまく活かした感じになってます。上海ぶりの数年ぶりのトロン。ティアナズバイユのライトニングレーン1時から取れるんですけど、そっちは厳しいかな。もしかしたら今回は乗れないんじゃないかなっていう風に思ってます。また2年後ぐらいに来るかなっていう気持ちでいるので。あとはこれ結構いろんなパークでなくなっちゃってる、日本にもあったのかな、スピードウェイですけど大人気なんですけど、今日は珍しく5分待ちです。やってまいりました。トロンです。トロン、本当に上海愛久しぶりに乗ります。上海ディズニー自体2回行ってて、そこで複数回乗ってるんで容量はなんとなくわかるんですけど、一番心配なのは荷物をね、大量に持っては入れないはずなので、バイクに乗る形だからロッカーちゃんと使えるのか問題。上海の時はすごい広いロッカーエリアがあったんで、まあさすがに大丈夫だと思うんですけど、楽しみですね。両手上げてる猛者がいます。ここね、多分夜になると光ってかっこいいんじゃないかな。荷物預けるところはあるのかしら、大丈夫なのかしら、わかんないけどとりあえず向かいます。ロッカーは乗り物に乗った後にあるみたいです。この後にでマジックバンドと多分対応してます。Vamos a checar your airbags and bags a todos. Mire las instrucciones de cómo. いやー楽しみです。なんかカラーごとにチームで戦うっていう設定のようですが、ブルーしかないんじゃないかな。いやーすごい良かったです。一つ上海と二つですね、大きく違ったのは、まずプレッシャーじゃないんですけど、一箇所に集められて、でそれから中に入るっていう、仕組みがあるっていうのと、あとロッカーですね。ロッカーびっくりしました。マジックバンドで好きな番号を選ぶんですけど、帰りに自分のロッカー行くんですけど、要はその表裏みたいになってて、ロッカーが入り口の側で入れたロッカーの奥側に出口用の扉があって、そこから自分の番号をピッてして取ってくるっていうね、とってもよく考えられた動線で、人の流れが変に滞留することがなくて、これ素晴らしいですね。そしてそうこう言っている間にですね、そろそろ次のバーチャル Q が呼ばれるんじゃないかな。ここら辺で待ちながら、時間がちょうど1時になるんで、1時ぴったり狙いでバイユーアドベンチャー、そちらのバーチャル Q をまた目元でね待ちたいと思います。いやー今ね、トロンのライド2回乗ってきました。めちゃくちゃ楽しかった。いやーあっという間でした。そしてですね、この間に分かったこと、次のバーチャル Q 取れたんですけど、そもそも1時の時点でまだ最初の乗り物に乗ってないっていうことは、あなたは別の列にいるでしょっていうことで断られてしまいました。だから最初のバーチャル Q を1時までに乗り終わらないような番号だったら、今回の場合62番でギリギリダメだったので、50番ぐらいかな、ものによるかもしれないし、あとアトラクション止まっちゃったりしたらね、また状況変わると思うんですけど、消化できなければダメっていうのをよく覚えて、計画的にどうしても乗りたい乗り物があったら、で今回はもう朝仕方なかったんですよね。もう選択肢がその時点で、本当にどうしても午後ワンチャン狙いたかったら、トロンの1回目のバーチャル Q はもう無視するべきだったんですけど、そこをちょっと知らなかったっていうのもあったし、仮にバーチャル Q 取れたとしても何時に乗れたかっていうのはわからないので、もうこれは結果論なんでね、潔く諦めようと思います。アナハイムにもできるし、フロリダなんてね、
2年おきぐらいに来てますから、また来るでしょうと思って、いつでも来れる感覚でいるのもちょっと感覚がおかしいですが、トロンはね、本当に乗ってみるともう本当に爽快感があるのと、あとちょっとだけ気をつけなきゃいけないのは、私ちょうど胸元になんかボコってなってる洋服を着てたんで、それがね、スカートが長い云々とか以上に気になりました。胸がちょっと圧迫されて痛いみたいな。だから着る服とかね、気をつけなきゃなとか、そういう細かいところとかも一回乗ってみると気づくことってあると思うんで、2017年ぶり、7年ぶりぐらいに乗った気がします。トロンすごい楽しかったです。2回も乗れて大満足。この間に明日のアニマルキングダムのマルチパスも取ってしまいました。暑さに負けました。待ち時間を金で買うファストパスをもう3つ予約しました。大好きなシンデレラ城を抜けて美女と野獣のエリアに行き、Be Our Guest でランチをいただいてきます。 The Royal Restrooms, just in case some people arrive. This is the Grand Ballroom. Wow, nice. Oh, it's beautiful. Beautiful. The place where Belle and the Beast had their very first dance. Yes. We're gonna get you seated right over here. Here? Okay. プリフィックスメニューということで、前菜とメインとデザート、これを3つで70ドル。タックスとあとチップですね。チップがまあ 20% 近くかかるので、なんだかんだで100ドルくらいかかるのかなって思うんですけど、贅沢ランチですが。で、飲み物が入ってないよってあったんで、いや、なんか頼まなきゃいけないのかなっていう、ちょっと貧乏にここまで来てですけど、と思ってたら、お水は普通にいただきました。とっても素晴らしいですね。さっき説明してくれたんですけど、一応ここがボールルームっていうことで、真ん中でね、ベルとビーストが踊る場所だよって。だからここが空いているんでしょうね。そこを囲むようにテーブルがあります。食べ物選んだのが、前菜がツナタルタルで、メインはお肉のグリルで、デザートはトリオということで、結構王道のフレンチなんじゃないかなと思っているので、どんなものが来るかとっても楽しみです。はい、こちらも込みなんですね。すごい長いバゲットと美味しそうななんかハーブのバターが来ました。もし食べきれなくても普通に持ち帰れそうですね。アメリカはそういう食べ残しをちゃんと持ち帰るドギーバッグの文化が根付いているので、別にマナーが悪いとかそういうことはないと思います。おそらくそこまで配慮されてるかわかんないんですけど、いいですね、こういうの。ただこのパン、かじりついて食べるのがなんかマナー悪そうだけど、みんなどうやって食べてるんだろう。とりあえずいただきます。いや、パンめっちゃ美味しいです。このバターと一緒に前菜のツナタルタルがやってまいりました。ちょっとね、照明が暗いので暗く見えてるんですけど、ツナが新鮮でとても美味しそうです。マスタードソースかな、ちょっと気になるんですが、いただきます。はい、この度一番の贅沢、メインの、レアなお肉がやってまいりました。フライドポテトの匂いもいい匂いがします。このソースはどこにかけるのかな、全体にかけるのかな、でサラダと一緒にいただきたいと思います。こんな感じで、さあどんな味がするんでしょう。ちなみにさっきのね、ツナタルタルはツナ、マグロがとっても新鮮で、日本人の私でも大満足。とても美味しくいただいて、ペロッといただいちゃいました。この量食べきれるかな。フライドポテトはもし残ったらパンと一緒に持って帰ろうと思います。では、いただきます。はい、デザートの登場です。そしてですね、もうバゲットこんなにたくさん食べきれなくても、そしてこの中フレンチフライがもうこれも山盛りなんですけど、本国フランスはね、食べきれない場合持ち帰りしたいって言ったら義務化されてるんですよね。レストラン側は断れない。聞いてみたら快くこのバッグいただきまして、バゲットも持って帰るって聞かれたのでイエスって答えて
いい感じにお腹がまだ余裕がある状態でデザートをいただきます。嬉しいです。いやー、本当に美味しかったです。お肉。ツナとね、前菜がツナでメインがお肉。いい組み合わせでした。デザートもトリオっていうことで、ちょっとずつね、楽しめそうで。こちらがなんかムースって言ってましたね。チョコレートトリュフと、これはなんかラズベリーのマカロンですかね。美味しそう。いただきます。もう本当に素晴らしかったです、レストラン。続いてね、ベルのアトラクションに行きたいと思うんですけど、お腹も心も満たされるってこういうことを言うんだなって思いました。いやー、本当に素敵な体験でした。高いお金を払って美味しいものを食べるっていうのはよくあることですけど、素敵な景色だったりね、でもこういう体験はなかなか得難いので、本当に幸せな気持ちになりました。もう時間3時ですね。ボンジュール、こうちゃんと入り口の方がボンジュールって言ってくれました。前にも来たことが1回あるような気がします。ここは1回どころじゃない気がしますね。Right here for just a moment. My friend Randy is on the other side of that mirror. Here's how things are going to go. My royal chariot family, you guys are going to come through the mirror first. Everybody, if we're not with this first group, I'm going to have everyone wait right here. First, we need 2 big, strong suits of armor to march around and protect the castle. All right, this is for my adults. My adults, you're going to march, march, march. Don't worry, I'm going to choose you even if you're not marching, but we have a brave volunteer here. Thank you, Mademoiselle. Thank you. Head right over here for me. And then how about you, sir? Thank you so much. And of course, we're you'll gonna need protect this someone turn to over play the here. master. The beast. He has a mighty roar. All right, my little ones, get your claws up and roar. Roar. You guys are all very terrifying, but you do scare me the most over here. Ben lived in a quiet little village, and each morning to everyone, Ben would say, Bonjour. Bonjour, everyone. Bonjour. And one night, when her father was away on a journey, Ben heard the sound of galloping. Everyone gallop. It was her father's horse, and he but Maurice, he was not with him. はい、ゲスト参加型のベルのストーリーテリングでした。時刻は3時過ぎで暑くなってまいりました。そして携帯も GoPro もバッテリーがもうほぼないので、今朝の私のやらかしがどうなったかの顛末を知るためにもホテルに戻りたいと思います。なんかお天気雨が降っていますね。バスで帰るので問題ないかなと思います。スコールじゃないことを願ってます。ちょうど3時半からかな、4時からなのかな、わかんないんですけど、ハロウィンチケットの人たちがすごい長蛇の列で待機をしてて、確かにチケット高いなって思ったんですけど、この時間から0時までいられるんだったら、ほぼほぼワンデーパスの値段っていうのはすごい納得ですね。私はホテルに帰り、この後夜エプコットに行こうかなと思ってます。モノレールも通っている。ちょっとさーっと降ったんですけど、今は少し落ち着きました。床は結構濡れてますけどね。このままバスでホテルに戻ります。なので日差しがねなくなった分、ちょっと暑さはマシになりました。暑いは暑いです。バスはねちょっと冷房がめっちゃ効いてると思うので、バスから涼んで帰ろうと思います。次回はフロリダ初日の後半、ホテルの紹介とエプコットのワールドショーケースで世界各国のパビリオンをご紹介していきます。チャンネル登録をしてお待ちください。次回もお楽しみに。